肝杉さん、インドに行くんですか？うん、それって以前話してた海外出向の件ですか？そう。今回の出向は長くなりそうでさ、6、7年は帰ってこられそうにないんだよ。そんなに？そこで、後輩の君に頼みがあってね。俺が留守の間、例の PC98 の保管を頼みたいんだよ。他、肝杉さんのあの98ノート？肝杉さんは先日、1台のオンボロ98ノートを修復したんです。手間暇かけて仕上げた PC で愛着もひとしおなんだとか。そんな大切なものを僕は預かれませんよ。難しく考えないでほしい。PC が傷むのは暑くてジメジメして空気が循環しない場所さ。これらを避けて置いといてくれるだけでいいんだ。理想は人の出入りの多い空間、つまりは君が生活の基盤としている部屋だな。謝礼はするよ。ダメなら他を当たるがね。謝礼？マジですか？やります。預からせてください。謝礼に釣られた僕は、肝杉さんから98ノートを預かり帰宅しました。生活空間に置いとくだけで謝礼とは、美味しい話だな。差し詰め、リビングあたりがいいかな。でも今日は遅いし、明日考えよっか。僕は肝杉さんから預かった98ノートを一旦押し入れにしまい込み、その日は眠りにつきました。そして時は流れ、7年ぶりに肝杉さんがインド出向から帰ってくると人づてに聞いたのです。肝杉さんの帰国か。いや、久しぶりだ。相変わらず偏屈でこだわりが強いのかな。機械いじりが好きだったよな。古い PC とか。古い PC？ その時僕は忘れていた大切なことを思い出したのです。PC が傷むのは暑くてジメジメして空気が循環しない場所さ。これらを避けて置いといてくれる。暑くてジメジメ、空気が循環しない場所。失礼しまーす。うわ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 、ちょっと、何これ？これ、画面、どうなってんの？雑に接着剤でも塗りたくったような。表面が、ザラザラになってる。7年もの間、押し入れにうっかりと閉じ込めてしまった肝杉さんの98ノート。その美しかった液晶パネルは、見るも無残な姿に変わり果てていました。どうしよう。素直に肝杉さんにごめんなさいするか。しかし、肝杉さんの気性の荒さは並大抵のものではありません。怒られておしまいというわけにはいかないのです。確か、同僚の斉藤くんが同じようなやらかしをしたときは、斉藤くんは肝杉さんに呪いをかけられてしまいました。前歯がなくなる呪いです。嫌だ。そんなの嫌だ。なんとかしなくっちゃ。なんとかする手段は2つ。自力で補修するか、液晶パネルそのものを交換するかです。そもそも、この液晶パネルはどういう状態なの？僕はネットで調べました。すると、どうやら、パネル表面に貼られている変更フィルムの加水分解が進んでいる状態だというのです。そのせいで映像も乱れて投影されてしまいます。さらに劣化したフィルムからはお酢のような匂いがします。なので、この症状をビネガーシンドロームというそうです。高温多湿だったり、風通しの悪い場所に保管すると発症しやすいとか、まさに僕のせい。一度発症すると、そのフィルムはもう直すことができません。補修イコール張り替えってことです。ちなみに、このフィルムを剥がすと、表面に頑固な糊がたっぷり残るのだそう。こいつを跡形もなく取り除くのに凄まじい労力がいるのだとか。で、新しい変更フィルムを貼るんですが、貼るべき角度は決まっていて、この角度じゃダメだし、こうでもダメ。
光を正しく通過させる角度ってのがあって、よく調整して貼らないと本来の明るさや色味にならないそうです。なので、大きめのフィルムを用意して先に角度を調整し、それから適切なサイズにカットする必要があります。カットしたら貼り付けます。純正と同じく糊付きのフィルムを使用します。糊なしのフィルムもありますが、その場合、密着しない部分にわずかな隙間ができて、それがムラとなって目立ってしまうそうです。ここまで調べて僕はすっかり不安になりました。僕はこの手の糊付き透明フィルムを貼るのが大の苦手なんです。スマホの保護フィルムみたいに比較的小さくて僕のような素人にも綺麗に貼れるように配慮されている製品ならともかく、こうしたフリーカットのハンドメイドでよろしく的なやつをまぐれでも既製品レベルで貼れた試しがありません。DIY の中でもトップクラスの高難易度だと思うのです。緊張の貼り付け作業、粘着面に皮脂がつかないよう、それと躊躇して引き返しちゃった箇所も糊が荒れてしまいます。空気、それからホコリの混入。カッターで切断した周囲もよくよく見れば刃の圧力でフィルムが反ったりしていて、とにかく透明なのでごまかしが効きません。裏側で起こっている不都合が丸わかりです。これが単なる液晶保護フィルムとかなら所詮は後付けパーツ。下手になってもまあいいやって割り切れるんですけど、遠光フィルムは PC の一部品です。既製品レベルを目指して何度張り替えたとしても僕には満足のいく成果は残せないでしょう。一瞬で見抜かれて僕は肝杉さんの PC を壊した罰を受けることに。そして厄介なことにこの変更フィルム、なんと裏側にも貼ってあるそうです。角度違いで。裏側なんてもはやバックライトを点灯させながらの角度調整すらできませんから、作業難易度はさらに爆上がりです。表側がこんだけ傷んでんだから、裏側だってノーダメージってわけにいかないよな。そもそも純正と同等の性能のフィルムをどう探すのか、これと同じ濃淡とか、このマットな感じとか。そうやってあれこれ悩んでいるうちに、もしかしたらうまく直せるかも、などという甘い考えはすっかりなくなってしまいました。もうギブアップ。僕には補修なんか無理だよ。肝杉さんに毎晩持ってかれる運命なんだよ。それでも一応検索してみるか。交換用の液晶パネル。いや、あるわけないのはわかってる。そりゃそう。30年前の PC の液晶パネルなんて売ってるわけ。あったー！あるんかい！ 9320 円。意外と安いじゃないか。もっとふっかけられそうなもんだけど。だって大パーツだろ、こんなもん。いやー、数を見るに相当抱え込んじゃってるのか？買って大丈夫なやつかな？正直、ちょっと心配。そうは言っても自力で満足な仕上げにできない以上、これにすがるしかないもんな。よし、ポチるぞ。交換用の液晶パネルは注文から1週間ほどで届きました。長年の間、異国の倉庫に眠っていた大昔の代物です。それこそこいつもビネガーシンドロームを発症していたっておかしくないわけだし。いやいや、そんなこと言い出したら心配事は尽きないけどさ。いや、綺麗だな。ちゃんと純正品じゃないか。もしかしたら僕は助かるのかもしれない。とにかく取り付けてみよう。よし、配線は完了だ。電源オン、頼むぞ。映ったよし、Windows で画面の隅々までチェックしてみよう。これは綺麗に映ってるんじゃない？すっげえ、完璧だ。僕の心配をよそに、ネット通販の液晶パネルは真っ当な補修パーツでした。
取り替え作業が比較的簡単な機種だったことも幸運でした。とにもかくにも、肝杉さんの帰国前に解決できてよかったです。よし、組み上げも抜かりないぞ。完全に元の姿だ。加水分解による液晶パネルの損壊はなかった。そう、なかったんだ。この仕上がりなら肝杉さんだって気づきはしない。Wrong teeth will be lost forever.